厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はビバルディのバイオリン協奏曲四季を解説します。四季には春、夏、秋、冬の4曲があります。それぞれどんな曲なんでしょうか。またこの曲を作ったビバルディという作曲家はどんな人物なのでしょうか。そしてそもそも協奏曲ってどんなものなんでしょうか。今日は実際に曲を聴きながら一緒に見ていきましょう。ビバルディのバイオリン協奏曲、春、夏、秋、冬の4曲を私たちは四季と呼んでいます。でもこの4曲の四季は実はある協奏曲集の一部なんです。その協奏曲集は1725年に出版された和声とインベンションへの試みです。この曲集の中には第1番から第12番までの12曲のバイオリン協奏曲またはオーボエ協奏曲が入っています。そして第1番には春、第2番には夏、第3番には秋、第4番には冬というタイトルが付けられています。この最初の4曲を総称して四季と呼んでいるのです。この4曲はすべて3楽章制で書かれています。そしてすべての楽章の最初にソネットという定型叙情詩が書かれています。ビバルディの四季の全4曲12楽章は全てそれぞれのソネットに書かれた情景を表現しているんです。そのためビバルディの四季は音によって風景画を描いた作品とも呼ばれます。それではここから12楽章全ての曲とソネットを一つずつ見ていきましょう。春第1楽章のソネットはこんな内容です。春が来た。小鳥たちは嬉しそうに歌い春に挨拶する。西風の優しい息吹に誘われ、泉は優しくつぶやきながら流れ始める。すると空が暗くなり、春雷が轟き、稲妻が光る。嵐が通り過ぎると、小鳥たちは再び美しい調べを楽しそうに歌い出す。実際に冒頭から聞いてみましょう。春の喜びが感じられます。続いて小鳥の声が聞こえてきます。そして泉の流れが聞こえます。しかし春の雷が鳴り稲妻が光ります。そして嵐が過ぎ去り、また冒頭のように小鳥たちが歌い出します。春第2楽章のソネットはこんな内容です。ここ花盛りの美しい牧場では木々の葉が優しくささやく。ヤギ飼いが忠実な犬をはべらし眠りこけている。バイオリンのソロがゆったりとした旋律を奏でます。
これはヤギ飼いが眠っている様子を表しています。他のパートにも注目です。木々の葉がささやいている様子をバイオリンが演奏し、少し低い音のビオラが犬の鳴き声を表現しています。春第3楽章のソネットはこんな内容です。妊婦たちと羊飼いたちは輝くばかりの春の装いの中、田園風な牧笛の陽気な調べに合わせ楽しそうに踊る。高い音で軽やかに歌っているのが踊っている妊婦たちや羊飼いたちです。他のパートにも注目しましょう。一番低い音で鳴っているのが牧笛の音です。これはミュゼットと呼ばれたバグパイプの音を表現しています。続いて夏第1楽章のソネットはこんな内容です。太陽が焼けつくように照るこの厳しい季節に、人と家畜は活力を失い、木や草でさえ暑がっている。カッコウが鳴き始め、山鳩とヒワが歌う。そよ風が心地よく吹く。しかし北風が不意にそよ風に襲いかかる。羊飼いは雨を恐れ、自分の不運を嘆いて涙を流す。冒頭から気だるい暑さが広がります。続いてカッコウの声が聞こえます。山鳩も歌います。さらにヒワも歌います。そして北風がそよ風に襲いかかります。
羊飼いは不運を嘆き涙を流すのです。夏第2楽章のソネットはこんな内容です。稲妻、雷鳴、そして群れなす無数のハエ。そのため羊飼いの疲れた体は休まることがない。高い音で演奏されるバイオリンのソロは疲れた羊飼いの嘆きを表現しています。他のパートにも注目です。低い音の伴奏部分はハエの様子を表しています。そして激しい雷鳴が響きます。夏第3楽章のソネットはこんな内容です。ああ、羊飼いの恐れはなんと正しかったことだろう。空は雷鳴を轟かせ、稲妻を光らせ、あられさえ降らせて、熟した穀物の穂を痛めつける。先ほどの第2楽章の雷鳴がさらに激しくなり、嵐を呼びます。美しいバイオリンのソロも始まります。秋第1楽章のソネットはこんな内容です。村人たちは踊りと歌で豊かな収穫を喜び祝う。バッカスの酒のおかげで座は湧きに湧き、ついにはみんな眠りこけてしまう。幸せに歌って踊る村人たちの様子が見えるような冒頭です。酔っ払った村人の様子がバイオリンソロで表現されます。そして村人たちは眠りこけてしまいます。最後に冒頭のモチーフが出てきて終わります。秋第2楽章のソネットはこんな内容です。一同が踊りをやめ歌をやめた後は穏やかな空気が心地よい。
そしてこの季節は甘い眠りが人々を素晴らしい憩いに誘ってくれる。この楽章は終始穏やかな空気の中、甘い眠りにつく様子が表現されています。この楽章はソロのフレーズがなく、ずっと他のパートと同じ音で演奏されることで穏やかさと優しさが際立っています。秋第3楽章のソネットはこんな内容です。狩人たちは夜明けに狩りに出かける。角笛と鉄砲を持ち犬たちを連れて。獣は逃げ彼らは追いかける。獣は怯え鉄砲の音と犬の鳴き声に疲れ果て傷つきおののいている。そして逃げる力も衰え追い詰められて死ぬ。冒頭は狩りに出かけ進む様子が表現されます。角笛が鳴り響きます。獣は逃げていきます。鉄砲が撃たれ、犬が獣を追いかけます。獣は逃げ続けますが、ついにはあえなく死んでしまいます。そして冒頭のモチーフが繰り返されて終わります。冬第一楽章のソネットはこんな内容です。冷たい雪の中、凍えて震えながら吹きすさぶ恐ろしい風に向かって人が行く。休みなしに足踏みしているが、あまりの寒さに歯の根も合わない。冒頭は寒い冬に人が震えています。恐ろしい風が吹きすさび、行く手を阻みます。人は休みなしに足踏みをします。しかし恐ろしい風は止みません。歯の根が合わないほどの寒さです。それでも足踏みを続けて終わります。
第2楽章のソネットはこんな内容です。火の傍らで静かに満ち足りた日々を送る。その間、家の外では雨が万物を潤す。バイオリンソロが温かで穏やかな旋律を描きます。他のパートにも注目です。外からポツポツと雨の音が聞こえてきます。冬第3楽章のソネットはこんな内容です。氷の上を転ばぬようゆっくりした足取りで注意深く進む。乱暴に歩いて滑って転ぶ。だが起き上がり、氷が砕け割れ目ができるほど激しい勢いで走る。閉め切った扉から外に出て、南風、北風、そしてあらゆる風たちが戦っているのに耳を澄ます。これが冬なのだ。このようにして冬は喜びをもたらす。まずは氷の上を歩いていきます。ゆっくり慎重に歩いています。しかし乱暴に歩いてしまい滑って転びます。起き上がって激しい勢いで走ります。優しい南風が吹いてきました。北風も吹いて戦います。そして冬は喜びをもたらします。この名作「四季」を作曲したアントニオ・ルーチョ・ビバルディについてもご紹介しましょう。ビバルディは1678年、現在のイタリアにあるベネチアに生まれました。ベネチアはヨーロッパ音楽の中心地でした。ベネチアにはサンマルコ大聖堂という有名な教会があります。ビバルディの父親はそこでバイオリニストとして働いていました。父はビバルディに自らバイオリンを教え、それだけではなく職場でもあるサンマルコ大聖堂の一流の演奏家たちにも依頼してビバルディにバイオリンのレッスンを施します。こうしてトップクラスの音楽教育を受けたビバルディは13歳の頃には父の代理でバイオリニストを務められるほどの腕前になっていたのです。ビバルディは15歳の頃、両親の勧めで剃髪式を受けました。剃髪式とはキリスト教の司祭を志願する人の第一歩となる儀式で、頭のてっぺんを丸く剃る儀式です。
ビバルディは音楽家ではなく司祭の道を選んだのです。そこから10年の修行を経て、ビバルディは25歳で司祭に任命されます。しかしこの修行期間中にビバルディは並行して音楽の教育も受けていたのです。ビバルディのバイオリンの技術は高く、音楽の中心地であるベネチアでも一目を置かれるほどでした。その実力を買われ、ビバルディは司祭に任命されたのと同じ年にピエタ慈善院の音楽学校でバイオリンの教師も務めることになったのです。音楽教師としても活躍していたビバルディでしたが、最も活躍したのが35歳頃から始めたオペラの作曲です。ベネチアだけではなく国外でもオペラを上演し成功を続けていたのです。しかしビバルディが50歳頃になるとベネチアでの人気は衰え始めます。そこでビバルディは国外で活躍しようとベネチアを飛び出します。しかし活動の拠点にしようと考えていた町に立ち入り禁止になってしまったのです。その町を治めていた枢機卿は非常に厳格な聖職者でした。ビバルディが司祭であるにもかかわらず世俗的なオペラばかりを上演しているなどという理由でビバルディを立ち入り禁止にしたのです。ここからビバルディはどんどん体調を崩し困窮していきました。そして1741年、ビバルディは63歳の生涯に幕を下ろしたのです。ビバルディの詳しい人生とその他の代表作についてはこちらの動画、ビバルディ生涯と名曲でもご紹介していますので、ぜひ合わせてご覧ください。オペラの作曲家として有名だったビバルディですが、音楽史上の功績はオペラよりも協奏曲にあります。今回紹介した指揮もバイオリン協奏曲でした。ではこの協奏曲とは何でしょうか。当時の歴史をかいつまんでご紹介しましょう。ビバルディの活躍した時代は音楽史でいうとバロック時代という区分になります。バロック時代の一つ前はルネサンス時代です。ルネサンス時代の音楽の中心は教会で歌われる歌でした。しかしルネサンスの後期からは楽器による音楽、器楽も発展していきます。この器楽発展の中心地がビバルディの生まれたベネチアでした。この時代、教会音楽に楽器を使うことは禁止されていたのですが、ベネチアでは教会音楽に楽器を取り入れたのです。こうして歌と楽器が共演するようになります。声と楽器というそれぞれの持つ特徴の違いを生かした曲も作られるようになり、そうした曲が協奏曲と呼ばれるようになりました。そしてバロック時代に入り、この協奏曲は楽器だけで演奏される曲にも応用されます。一人で演奏するソロの部分、数人で演奏する小合奏の部分、オーケストラ全体で演奏するトゥッティの部分、これらを使い分けることで音量の対比が特徴的な協奏曲が生まれます。ここから急速に協奏曲が進化していきます。音量だけではなく表現や構成の面でも対比を際立たせた色鮮やかな協奏曲作品が生まれるようになりました。こうして協奏曲が目まぐるしく発展していく最中にビバルディは生まれました。ビバルディは生涯で600曲以上の協奏曲を作ったとも言われています。ビバルディの協奏曲の特徴は第1楽章と第3楽章が速く、第2楽章がゆっくりという3楽章制を取ったこと。そしてソロの楽器には高度な技術で華麗に見せる技を要求したことなどが挙げられます。当時協奏曲は最も新しいジャンルの音楽の一つでした。そんな中で600曲以上というおびただしい数の協奏曲を作ったことで、このビバルディの協奏曲の特徴が協奏曲のスタンダードとして確立したのです。よろしければもう一度動画を戻っていただいて指揮を聞いてみてください。この特徴がよく現れているのがわかると思います。いかがでしたか？今日の動画をお楽しみいただけたという方はぜひグッドボタンを押してください。この作品解説シリーズは私が解説するだけではなく、一流の音楽家の方々に解説していただいたスペシャルな動画も公開しています。ぜひ概要欄の再生リストからご覧ください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時にクラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団演奏家の紹介や有名作品の解説などを配信しています。
クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー。